我々ラマもこのダンジョンにオンライン対戦機能を追加せねば。おい、今それやったら一生ここから出られないぞ。しかしこれがなければ不完全だ。ねえダンディ、ラマ、さっきからずっとこんな感じなんだけど。こいつの病気にはな、名前がある。そして俺も28年間同じ病気にかかってる。28ダンディ個人ゲーム制作大全の時間だ。俺がダンディだ。年？かおちゃんです。我々はラマだ。なんでいつも複数形なんだろう。ねえ、なんでダンジョンに閉じ込められてるんだっけ？わからん。いつものようにゲーム部屋でポテチ食ってて気づいたらここにいた。まるでデスゲーム漫画。で、どうやら脱出条件はたった一つ。ダンジョン内でゲームを1本完成させることらしい。1本完成させるだけでいいんだよね。簡単じゃない？簡単などではない。我々ラマは100階建てのオープンワールド RPG を作らねば。ラマ、脱出するだけなのにそんな対策を。当然だ。我々ラマの野望にふさわしいゲームでなければならぬ。スキルツリーもオンライン対戦も。かおちゃん、こいつを見てどう思う？いや、ちょっとやりすぎだなって。だがお前も前に同じことをやってたよな。 2D アクションのはずがスキルツリーとストーリーモードを追加してたろ。ここでクイズだ。ノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンって男がいる。名前は聞いたことある。すごい人だよね。人間の判断力のバグを研究してノーベル賞を取っためちゃくちゃ賢い人だ。そのカーネマンが仲間と教科書を執筆してたんだが、チームの予想はだいたい2ヶ月くらいかかるだろうだった。2ヶ月。我々ラマなら1週間で書き上げてみせる。ラマは黙ってて。実際にかかった時間は何年でしょう？答えは後半で明かす。気になる。半年くらい？甘いな。さっきのラマを見て笑ったやつ、自分を振り返ってみろ。あいつがやってることに名前がある。専門用語ではスコープクリープって言うんだが、ざっくり言うとやることが勝手に膨らんでいく現象だ。スコープ、クリープ？ RPG で例えるとな、最初はスライム10匹倒すってクエストだったのに、いつの間にか魔王を倒して世界を救えに変わってるようなもんさ。魔王も倒す。我々ラマも魔王討伐モードを実装せねば。お前がまさにそのバグの見本よ。でもラマ、誰にも魔王モード追加してって言われてないよね。そこなんだ。厄介なのは誰も正式に計画を変更しようと決めてないのに膨らんでいくところだ。気づいたら増えてる。確かに、いつ増えたのかも覚えてない。インディー開発者を対象にした調査では、プロジェクトが遅延・中止になった理由のトップがやることを広げすぎた。しかも全体の7割以上だ。7割？ほとんどじゃん。つまりゲーム開発の最大の敵は技術力でもセンスでもなく、このあと少しの罠なんだ。で、なぜこの罠にはまるのか。根っこにあるのは3つのノーバグだ。1つ目は計画の誤謬、2つ目はサンクコスト効果、3つ目はパーキンソンの法則。順番に行こう。脳のバグ、私のせいじゃなくて脳のせいってこと？そうだ。意志の弱さでも計画性の問題でもない、人類に共通する脳の使用上の欠陥だ。バグ1つ目、計画の誤謬。さっきのカーネマンが1979年に発見したバイアスだ。計画の誤謬？なんか難しい。計画錯誤とも言われるな。簡単に言うと、見積もりは必ず甘くなるってことだ。ラマ、さっき俺たちの脱出ゲーム何日で作れるって言った？ 3日もあれば十分であります。未完成であります。カーネマンの実験で分かったのはな、
人間が計画を立てるとき内側の視点を取るってことだ。内側の視点？目の前のタスクの特徴だけを見ていけるだろうと判断する視点だ。逆に過去の似たプロジェクトがどれだけかかったかという外側の視点は完全に無視する。前も同じこと言って1年かかったのに、それ忘れてた。しかもこのバイアス、経験を積んでも改善されにくいってのが研究で分かってる。ベテランでもダメなの？文化も国籍も経験値も関係ない。人類共通の使用バグだ。カーネマン本人がこの罠にはまってる時点で察してくれ。バグを発見した人がバグから逃れられないって、ちょっとホラーだね。バグ2つ目、サンクコスト効果だ。サンクコスト？日本語に訳すともったいない病だが、ラマ、そのポケットに詰め込んでるガラクタ全部見せてみろ。ガラクタとは失礼だ。この光る石も、この錆びた剣も、このよくわからないキノコも、すべて苦労して手に入れた宝だ。捨てるわけにはいかぬ。生、それ全部ゴミじゃない。それがサンクコスト効果だ。すでに使った時間や労力がもったいなくて役に立たないものを捨てられない。心理学者のバリー・スタオが1976年に面白い実験をしてる。被験者に投資の判断をさせたんだ。すでに大金を突っ込んだプロジェクトが明らかに失敗しかけてる。合理的な判断は損切りだ。普通はやめるよね。ところが大半の被験者がさらに追加投資してしまった。損するのに？自分が下した判断を否定するのは自尊心への脅威なんだ。だからあと少しで回収できると思い込んで突っ込み続ける。スタはこれをコミットメントのエスカレーションと呼んだ。ゲーム開発だともう半年かけたのにここでやめたらもったいないって形で出てくる。そうだ。我々ラマはこの100階建て RPG に3日もかけたのだ。今さらやめるわけには。3日だぞ。しかもまだ1回も完成してないだろ。生。実は俺にも覚えがあってな。ドラゴンノスタルジアっていうゲームを小6家が作ってるんだが、小 6？ 10年前に一応完成した。だがあれも追加しよう、これも修正しようをやってるうちにさらに10年経った。合計28年だ。28年。完成してからさらに10年追加し続けて。構想10年みたいなキャッチコピーあるだろ。カーネマンの教科書の件を知ってからはあれに全く魅力を感じなくなった。単に完成できなかっただけじゃねえかってな。確かにそう言われると印象変わる。バグ3つ目はパーキンソンの法則だ。パーキンソン？ 1955年にイギリスの政治学者パーキンソンが発表した法則でな。一言で言うと、仕事は使える時間いっぱいまで膨らむってことだ。どういうこと？夏休みの宿題を思い出せ。40日あるのに最後の3日でやるだろ。はい。じゃあ夏休みが60日になったらどうなると思う？余裕を持って早めに。最後の3日でやる。変わらないの？増えた20日は別の遊びに消えるだけだ。我々ラマは締め切りなど設けぬ永遠に開発を続け、史上最高傑作を。お前それつまり永遠にこのダンジョンから出られないってことだぞ。ゲーム開発に置き換えると、締め切りがないプロジェクトは永遠に終わらない。いつか完成させるは実質完成させないと同義だ。私締め切り決めてなかった。さて前半のクイズの答えだ。カーネマンの教科書、みんなの予想は2ヶ月だったが、何年かかったの8年だ。？8年2ヶ月の予想が。8年。我々ラマの100階建て RPG は何年かかるのだ？永遠にかかる。なぜなら完成しないからだ。回避は不可能なんだ。大事なのは避けようとすることじゃなく、人間はこういうものと受け入れた上で仕組みで対処することだ。仕組みってことは対
対策があるってこと？もちろんだ。このダンジョンから脱出するための5つの武器を授けよう。1つ目、外側の視点で見積もる。自分のプロジェクトの特殊性じゃなく、過去の類似プロジェクトの実績ベースで見積もるんだ。カーネマンはこれをリファレンスクラス予測と呼んだ。前に似たゲーム作った時どれくらいかかったかを基準にするってこと？そうだ。で、その時間を 1.5 から2倍にしろ。それでも甘いくらいだ。2つ目、やりたいことリストじゃなく削っていいものリストを最初に作れ。削るリスト？インディーゲーム開発者のトム・フランシスって男が GDC の講演でいい話をしてる。処女作のガンポイントではプロトタイプ中にゲームの核を発見して成功した。だが次作のヒートシグネチャーでは同じアプローチが裏目に出て、開発期間が見積もりの3倍、3年半に膨れた。同じ人でも成功と失敗があるんだ。フランシスの教訓はこうだ。開発期間の大半を費やした機能が最終的にゲームの強みにならなかった。逆に最も成功した機能は最も簡単に追加できたものだった。なるほど、頑張った量と価値は比例しないんだね。機能をコア、あったら嬉しい、夢の3段階に分けて、遅れたら2段階目以下を機械的に切れ、感情で判断するな。我々ラマの100階建てはどの段階でありますか？夢のさらに向こう側だと思う。3つ目、締め切りを設定すろ。ただし自分で決めた締め切りを人間は平気で破る。だからゲームジャムに参加するのが一番手っ取り早い。国際計算機学会の言及でもゲームジャムの48から72時間って極端な制約が参加者の創造性を一時的に高めることが確認されてる。制約が選択肢を絞って集中力を上げるんだ。制約があった方が作れるって不思議。4つ目、プロトタイプで核を見つけてから拡張しろ。先に核を見つければこの機能は核を強化するかって判断基準ができる。答えがノーなら切れ。前回の動画でも話したが、あの名作ホローナイトも最初のキックスターターでは2時間くらいの小さなゲームを目指してたんだ。覚えてる。支援金が増えるたびに機能を追加していったんだよね。だが続編のシルクソングは DLC のはずが独立作品になって開発7年だ。開発者がスケッチを止めなければ15年かかるゲームになってたと言ってる。5つ目、バージョン 1.0 を定義しろ。遊べる最小限の状態を決めて、まずそこだけに集中する。最小限ってどのくらい？メインループが動く始まりと終わりがある。コアメカニクスが1つ機能する。これだけだ。あとゲーム制作でありがちなのは素材の自作にこだわりしてまうことだな。立ち絵も歩行絵も音楽も全部自分で作ろうとしていつまでも時間がかかる。なんか身に覚えがあるような言い方だね。何のことだか。全部自分でやるって悪いことなの？いや、全然悪くない。むしろ強烈な個性になる。ただし時間がかかる。つまりトレードオフだ。最近は AI で素材を作ることもできるよね。ああ、AI を利用するのもありだな。ただしその場合はゲームを公開するプラットフォームの利用規約をしっかりチェックだ。場合によっては AI の使用が禁止されてることもあるからな。さっき外側の視点って話をしたよな。過去の類似プロジェクトを参考に見積もる方法だ。リファレンスクラス予測だっけ？そうだ。だがこいつを使うには前提条件がある。前提条件？過去の記録がなきゃ比較しようがないってことだ。確かに記録してなかったら過去の自分と比べられないもんね。ところが人間には記録を避けるバイアスもあれ。記録するだけなのに？貯金がない人は家計簿をつけたがらん。健康に自信がない人は健康診断を受けない。時間の使い方が下手な人は時間の記録をしない。全部刺さってる。全部同じ構造だ。都合が悪い自分と向き合うのを本能的に避けてるんだ。我々ラマは開発ログを
つけておりませんでした。だがな、この本能に逆らって記録を取れるやつだけがあと少しの罠に立ち向かえる。5つの武器より先にまず記録しろ。それが全ての土台だ。記録か。なんか地味だけど確かに一番大事かも。ここまで聞くとすぐやる人が最強、即断即決かっけーって思うかもしれないが、違うの？実は先延ばしにもメリットが発見されてる。散々罠って言ってたのに。何事にも 100% 良い 100% 悪いはないんだ。先延ばしにしている間に問題が勝手に解決することもあるし、温めている間にアイデアが熟成されることだってある。ああ、確かに寝かせたら急に案が浮かぶことあるかも。例えばレオナルド・ダ・ヴィンチはモナリザを4年以上かけて完成させたんだが、それは集中力がなくて脱線しまくったからだというエピソードがある。そうなの？ああ、好奇心の塊であるダ・ヴィンチは一つのことに長時間取り組むことが苦手だった。だからモナリザの依頼を受けているのに全く無関係な宇宙や光の研究を行った。その結果、有名なスフマート技法が完成した。モナリザは見る角度や気分によって表情が違って見えるというあの技法だ。先延ばし癖があったから誕生した技法だったんだ。このようなことは心理学ではインキュベーション効果と呼ばれている。問題から意識的に離れている間に脳が無意識に問題の整理を行い、点と点をつなげるんだ。そして斬新なアイデアが誕生する。アイディアを寝かせている間に後から時代が追いついてくるという例もある。例えばスティーブ・ジョブスは2000年頃にはタッチ操作携帯電話の構想を考えていた。 iPhone が世に出る7年も前に。でも時代がまだ追いついてなくて、タッチ操作の技術はまだ存在しなかった。もしその時代にジョブズが焦ってスマホを世に出していたら、ただのボタンなし電話だな。でも技術がアイデアに追いついて2007年に実現したんだね。大事なのは先延ばしをゼロにすることじゃなく、自分が今どの状態にいるかを自覚していることだ。意図的に寝かせてるのか、それとも罠にはまってるだけなのか。自覚があるかどうかが分かれ目なんだね。そしてその自覚を持つために必要なのがさっき言った記録ってわけだ。全部つながった。さて、そろそろこのダンジョンから出るか。しかし100階建て RPG はまだ1回もできておらぬ。ラマ、お前に5つ目の武器を思い出させてやる。バージョン 1.0 を定義しろ。遊べる最小限だ。最小限。生100階建てはバージョン 2.0 でいいんだよ。まずは脱出しよう。分かった。我々ラマはスライムが1匹出て倒したらクリア。これでいいのか。上等だ。それが完成だ。完成だ。我々ラマのゲームが完成したぞ。ラマ、やったね。戻ってこれたぞ。いつものやり部屋だ。言い方まとめるぞ。ゲームが完成しない最大の理由は才能でもツールでもなく脳のバグだ。見積もりは必ず甘くなる。捨てるべきものを捨てられない。時間があるほど膨らむ。3つ全部人類共通のバグ。でもこれって気をつけようで治るものじゃないんだよね。そうだ。ノーベル賞の天才でも逃れられないからな。避けるんじゃなく、人間はこういうものと受け入れて仕組みで対処するんだ。ちなみに記録をつけるならティックタイムプロっていうタイマーがある。ひっくり返すだけで計測が始まるからめんどくさがりでも続けやすい。概要欄にリンク貼っておく。わあ、それ良さそう。あとパーキンソンの法則をもって深く知りたいやつには限りある時間の使い方って本がおすすめだ。世の中の時間術がいかに嘘だらけか教えてくれる。特に時間が浮いても別のことで埋めてしまう心理の話は今回の内容とドンピシャだ。テクノロジーパラドックスだっけ？便利になったのに忙しくなるっていう。完璧なゲームをいつか作るより不完全なゲームを今完成させる方が100倍価値がある。我々ラマは帰ったらスライムゲームのバージョン 1.1 を
ラマ、まずは脱出を喜ぼう。では今日はこの辺にしておこう。筋肉スクリプト。